10時半になりました。こんばんは、スカイハイ斉藤です。さあ、この俺スカイハイ斉藤がハリウッドスターを目指していくラジオ番組が今日からついに始まりました。この声をたくさんの人が聞いていると思うとドキドキしますね。初のレギュラー番組がラジオではあるけど、これもハリウッドスターへの第一歩といったところでしょう。ところでみんな、空って好き？俺はスカイハイっていうぐらいだから空が大好きなんだ。誰もいない空間を一人で飛ぶのって気持ちよさそうじゃないですか。いつか大空を飛べるようなスターになりたいものです。ではそろそろ始めましょう。シャーロットラジオ、スカイハイ斉藤のハリウッドスターへの道。いや、始まんねえから。てかなんだよこれ。じゃあちゃんとした方始めますよ。シャーロットラジオ、ともりの生徒会活動日誌。この番組はシャーロットプロジェクトの提供でお送りします。何これ改めまして皆さんこんばんは。テレビアニメシャーロットともり直役の桜えねです。何これすごいね、このラジオこういうのもあるんだねこういうパターンも各種取り揃えてお送りしていく波乱のラジオ、シャーロットともり直の生徒会活動日誌でございますけれども、いやびっくりしましたよ。本当に何が始まったかと思った。あと、もしニコ生でご覧になっている方は、あの画像何わざわざさ、この1回きりのためにさ、あのサイトの画像を用意したメーカーは本当に称賛に値しますねありがとう。そしてありがとうさあ早速ですけど、今日はねゲストさんがいらっしゃってるんですよ。緊張してますか？緊張してますか？緊張してますか？ふわーって息が漏れてる。ふわーではご紹介しましょう。この方です。はい、皆さんこんばんは。音坂あゆみ役の朝倉桃です。わーい、うちのもちょさん、ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。どうも。いや、いつぶりかな、アフレコぶり。そうですね。2人でラジオやるのは初めてそうなんですよ。ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあこのラジオの中ではね、朝倉桃さんってすごい有名人で、いやこのラジオの中だけじゃねえな。いやもう今をときめく今をときめくこう人気声優朝倉桃さんをやめてください。あ、本当ごめんねごめんなさい。ありがとうございます。なんかいっぱい私も聞かせていただいてて、ラジオ、いや本当に面白くていやなんか私でいいのかなって、このだってね、どういうこと？いやだってあんなに面白いラジオ番組を作り上げてきて、ここで私来て大丈夫なのかなって思っちゃうんですけど。大丈夫だよ。むしろ誰よりも来てほしかった。いや私ずっと言ってたんですよ。そのアフレコの時にもあとそれこそね、内山さんとラジオやってた時にも、もちょさん早く来ないかなって。で内山さんがその度に「あ、じゃあもちさん来る時は俺も来るから」って言ってて、ちょっと黙ってっていう話をしていたんですけど、そう、まあということで、いやここでね、いつメールが届いてるんです。はい、いきますよ。はい。あやねちゃん、うちのあゆみ、こんばんは。こんばんは。あゆみ、あやねちゃんにいじめられていませんか？大丈夫だよ、僕がついてるから。何かあったらいつでも連絡してね。ということで、東京都にお住まいの内山幸喜さんからいただきました言っていいよ、この一番下のセリフ。引くな。うわー、ごちそうさまです。あざーす。すごい、ここまでなんか惹かれたいと思ったことを始めた。いやありがとうありがとうございます。本当にそうなんですよ。ということで、まあ内山さんもね、
遠くから応援しているというところで、あはい、いやでもちょっとほんと緊張してて、もうむしろお二人のやってるところでこうちょっといるみたいなポジションが良かったなって。やだよ、私は2人で話がしたかったんですから。嬉しい。もちょさんと。そうなんですよ。嬉しいです。確かに2人で話したことってあんまりないじゃないですか。ないですよね。そうなんです。だからさくらと朝倉って似てるよね。あ、でもそれマネージャーさんにシャーロットのアフレコが始まる前に言われて、なんかさくらさん大変だねって言われたんですよ。それで私もさくらさん大変だねって言われたなので、さくらさん大変な方なんですかって聞いたらあ、いやさくらと朝倉だからっていう話だったんですよ。なるほど。びっくりして。そうなんですよ。そうびっくりですよ。似てますよね。似てるね。なんかこうなんだろう、内山さんとは違う意味でドキドキするんだけどなんでなんかねガチ照れしますね。本当ですか？打ち入りの時もやってたんですけど、私もちょさんのことずっと見てられるの。黙ってすごいのよ。黒目が大きいの、朝倉まめさんは。ありがとうございます。いやちょっと髪切ったんですよね。そうなんです。ちょっとはい切らせていただきました。なんかね、彼女をね単純にね可愛いって言葉で片付けたくないのよ。なんかもうちょっとちゃんと具体的に褒めてあげたいし、具体的にあなたの魅力をあなたに伝えたいんですけど、目見ちゃうと可愛いしか出ないの。いや恥ずかしい。なんかあんまりそんなこと言ってもらえないからスタッフが引くなっていうカンペをさっきからチラチラ私にだけ見えるように出してくるけど、いやそんなね、うちのあゆみこともちょさん演じる音坂あゆみちゃんについてもお話を伺っていきたいんですけど、いいですか？はい、お願いします。はい、まずゆうの妹さん。可愛すぎる小動物系の妹で、純真無垢、ゆうの心の支え、ピザソース料理人。すごいですね、肩書きが。そうなんですというような感じですけれども、実際に演じてみていかがですか？そうですね、なんか結構、あゆみだけが何も知らないじゃないですか。こういろいろこうシリアスな展開だったりとかしても、だから結構皆さんが演じていて、こう白熱のシーンというか、なんかシリアスなシーンだったりとかして、こうちょっと涙出そうになってるところで、あ、私のシーンだってなってもう切り替えが一番大変だったかもしれないですね。そうだって基本的に歩みで始まり歩みで終わる回っていうのがたくさんあって、そうですね。そう、物語のね最初と鳥を飾るようななんかほのぼのシーンでこうちょっと始まって終わるので、引きずりそうになって、あ、ダメだ忘れろって確かに大変ですよね、そう考えるとね。ですね。次の瞬間変わってたりするので、すごいこうその切り替えがこう心地よくもちょさんの声とあゆみのテンションでバーって入ってくるので、うまいことこう物語にパッと引き込まれたり、逆にそのちょっとシリアスな雰囲気からパッと抜けて物語から一歩離れたところで私たちの癒しになったりしていますよ。ありがとうございます。もう、それ言っていただけたらもう一番嬉しいですね。純粋だ。当てられる。溶ける。いやちょっとなんか私もちょっとドキドキします。そう言われるとなんかあまり本当言われないので。本当に？いやもう全然いくらでも出てきちゃうけどね。いやすごいほっぺ真っ赤で可愛いね。チーク塗った？チーク足した？ちょっと確かにこんな感じです。アフレコ現場でもみんなこんな感じですよ。いやもちょさんのことみんな好きですから。ありがとうございます。あゆみもね。はい。ではここからはシャーロットの最新話について今回もともり会長がカメラに記録を残してくれているそうなので再生してみましょう。これです。今日も記録していきますかね。我ながら派手にやられたな。でもうそんなリンチ話はどうでもいいんです。熊神の協力で見つけた今回の能力者の話をしたかったんです。今回見つけたのは空中浮揚の能力者。数日前からオカルト雑誌で目をつけてたんすよね。私の憶測ではこの能力者は山の中で空を飛ぶ練習をしているはず。そこで山の中での張り込みをみんなに提案しました。てか今その山の中で記録してるんすけどね。いやー、バーベキューといえばやっぱ焼きとうもろこしだよな。音坂優は
野菜も食べろよってうるさかったですけどね。もちょさんはね、何かを見たり聞いたりしてるときにね、ずっとね、うんってうなずきながらその話聞いたりとか映像見たりしてるのがね、超可愛い。マジ超可愛いから、ほんと。すごいよ、映像でお届けした、本当は。恥ずかしい。いやー、最高だね。ということで1個目の記録でしたけど、ちゃんと聞いてたよ。ちゃんと聞いてましたよ。まずともりがリンチに。本当ですよね。本当ね。あれ、あれ、女の人って怖いですね。そうだよね。ちゃんとこうなりそうになったら助けてあげるから大丈夫だよ。ありがとうございます。ゆう見てましたもんね。そうだよ。お兄ちゃんちょっと、どうあんなお兄ちゃん。いや、私結構好きなんですよ。そうです。まあ弓をやってるからかもしれないんですけど、なんか全然憎めないというか、もう逆に可愛いなってこうなんかいいなって思うんですけど、ちょっとあれはちょっと残念なところを見てしまった。そうだよ、せっかくね男性なんだったらね、見てるだけじゃなくて、ほんと見てただけだったから、助けに来てほしかったものですけれども、まああのシーン、ともりのことを殴ってたのはうちの事務所の後輩でしたけどとんだ下克上見たなっていうまあそんなことはどうでもよくて、で今回の能力空中浮揚、山の中の能力者をあぶり出すためにみんなでバーベキューということで、バーベキューに行くまでにね、相変わらず熊神が出てきたりとかしましたけど、あそこでねミサが炎を出して、あれリンチしてたやつら殴りに行くかみたいになって、いいですよそんなめんどくさいって言った時に、ミサがさりげなくこうスッて隣に座るんだよね。そう、あれがねちょっとミサの優しさが垣間見えて、どっちかっていうとああいうお兄ちゃんがいいよね。あれかっこいいですよね。かっこよかったですよね。あれはかっこよかった。そして、そのバーベキューに行くというところでスーパーの買い出しに行きますけれども、ちょっとユウとともりが喧嘩っぷる的な、なんか夫婦みたいでしたね。あら、そう、はい、夫婦みたいでしたよ。ありがとうなんで2回言ったのありがとう、何回でも喜ぶよそう、あの時に裏でね、ゆさと高城さんが会話をしてる裏で、やっぱり相変わらず2人は喧嘩をしてて、でなんかちゃんと野菜も食え、野菜みたいなこと言われて、ざけんなよって言ってるともりがいて、そう、それはねちょっとね台本読んでて面白かったですけどねそういや、そして食事シーン、バーベキューのスペアリブ、ウインナー、焼きとうもろこし、そしてゆうは野菜担当これアヤネルさんの言い方、あれすっごい好きなんですけど、うまってなんかご飯のことになるとテンションが上がるともりがめちゃくちゃ可愛くて、本当に牛タンとか、そう、あれはねオーディションの時も実はあのシーンがあったんですよ。牛タン弁当にテンションが上がるともりに、こうちょっとこう普段のロートーンな感じとテンションが上がった時の落差をつけてくださいみたいな感じで言われて、なんかおもちゃさんに褒められると今までやってきたことが無駄じゃなかったなって思います。はい何この可愛い生き物、このまま持って帰りたいよ次の記録見てみましょう。これです。山の高台でこうして一人記録しながらジエンドの曲を聴いていると、音坂優がやってきました。いつも聴いてる音楽について聞かれたので、兄が好きだったバンドジエンドについて教えて、彼にも聞かせてあげることにしました。すると彼が、広いところに一人立っているような不思議な気分になると、まさにジエンドの音楽のイメージにぴったりな感想を述べたので、つい嬉しくなってジエンドの音楽がいかに素晴らしいか、そして今はカンニングマなんて撮っていますけど、ゆくゆくはジエンドの PV や活動を追ったドキュメントを撮るのが夢だという話をしてしまいました。プレイヤーごと開けたので、音坂優もジエンドにハマってくれることでしょう。おい
ということで、ともり会長の2つ目の記録でした。山の高台でね、星空の下、2人でジエンドについて語るシーン。はい、あんな青春したいですよね。したいです。そうしたい。なんかそういう話も打ち入りでした気がする。なんか青春したいねみたいなんか話した気がしなねしてましたけど、ますいいシーンですよね、あそいいシーンだこ。ったね。本当、どうあんな2人どういやなんか歩みから見ててどうなんですか、ともりは。でもなんて言うんですかね、最初の1話の時に懐いてね、すごい優しくしてくれたじゃないですか。まあ見せてくれたり能力とか、なんか私ギャップがあるのすごく大好きで、なんかあんなに言うお兄ちゃんには厳しいのにそうね、私に優しいっていう、なんかすごい大好きですね。ともりも結構ちっちゃい子というかね、自分より下の子に対してはちゃんとね、こう腰をかがめて喋れる子なんだなっていうのは、お姉さん感ありますよあ、ね。そうかも。なんか結構自由奔放に見えて、なんか結構でもあゆみに対してはね、誰もがねお姉さんとお兄さんになっちゃうんですよ。なんとなくしっかりはしてはいるけど、なんかどこか危なっかしい感じが。確かにそうですかたね。まんねっす。あちょっと照れさせるのはいいなこれ。最高に楽しい。はい、まあということで、そうだ、ジエンドの音楽をね、ユウがどうやら聞いたことあるんじゃないかっていうような描写が。そうですよね、ちょっとなんか気になる感じで、ちょっと昔のことを思い出したようなねそうですね、感じですけど、なんかさ、はい、やっぱりあゆみの他にもう一人いるね。そうですよね。1話の最後でもちょっとそれを匂わしているシーンがね、あの人は誰だったんだろうって言ってましたけど、誰だと思う？誰でしょうね。そうだよね、もじょさんもシナリオもらってるんだもんね。ついこの間本当にそうだよね、もらって後半の方でね。そうなんです。そうで、やっぱあゆみね、ちっちゃい頃だから髪が短くて可愛かった。そうですね、可愛かったですね。なんかただでさえちょっと幼く見えるけど、そうなんですね。小学生みたいに演じてくださいって言われてでもなんかそれがこう危なっかしさとガチで危ないのいい感じの塩梅の境目をもじょさんが出してるから、とてもなんか見ていてこうヒヤヒヤ可愛い。ヒヤヒヤ可愛い。うわ、なんか新しいジャンルがねなりますけどね。じゃあ最後の記録見てみましょうか。張り込み2日目。木の物陰から視線を感じたので、このまま行けば能力者が現れると踏んだ私はそのままキャンプを続行。黒羽さんのためにお風呂を用意したんですが、高城がその後の風呂に入りたがっていましたね。引くな。そして3日目、ついに空中浮揚の能力者斉藤が私たちの目の前に姿を現しました。この山の中が私有地であることと、この時間に斉藤がここにいた証拠をカメラに収めたことを伝えて、彼の神経を逆なでた結果、彼を落とし穴にはめることに成功。たまらず能力を使ったところを取ったので、あとは彼を説得するだけ。音坂優がなかなか乗り移ってくれないから一瞬逃げられたとヒヤッとしましたが、無事確保できました。能力を持っている人が他にもいることと、その能力を使うことの危険性を説明すると、ようやく彼も納得してくれました。一件落着っす。もうちょさんと私同い年だって今。やばい。そうなんですよ。今本当はでも94年生まれですよね。94年生まれです。私も94年生まれなんで。いや今さ、隣で作家さんがさ、お前ほんと精神クソババアだなって言ってお芝居太郎かと思っているが、いや違う、風格がある。風格なんかもうベテランごめんなさい。違うんですよ。ごめんなさい。いやでも私ずっと年上のもう方々と思ってて、そう、学年的には一個違いになるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。そうこんな風に生まれたかった。はい、という
ことで余談でした。ともり会長の3つ目の記録をお聞きいただきましたけど、ちょっと踏み外してすいません。いろいろツッコミどころありますが、まずお風呂シーンね、すごかったですよね。ダイナマイトバディな感じでしたね。あれも隠してましたよね。あんまり思ったことなかったので、そうか今まで。高城もミサに気痩せするタイプなんですそうかね。なんですかね、やっぱ。そうかも。高城さんもすごかったです。高城さん、高城やっぱそういうキャラなんですかね、やっぱり。なんだああいうムキムキの男性はどう？高城みたいな男性どうですか？もうなんかなんて言うんですかね、いつもバカっぽいじゃないですか。バカっぽいなんて言うんですか、ゆさとの絡みとかすごい面白いですけど、お風呂のシーンの時にちょっとゆうになんかこう、そうだよね。なんか言いかけた、それはあなたがそのところであの雰囲気とかちょっと真面目になるところとかかっこいいですよね。確かに最初1話の時もそうだったんですけど、すごいかっこよかった。かっこよかったですね。時々かっこいいところがあって、なんか高城がさ、こう恋愛というのは思春期を過ぎた後にする方が絶対にいいんですみたいな、そういう話をした時に、なんとなく高城がなんでアイドルオタクなのかが分かったなと思って。こう実際のね恋愛を能力を持っているうちにこうしてしまうと誰かを傷つけてしまうかもしれないから、なるほどっていうことなのかなってちょっと思いました。確かに、だからこう架空の存在というか偶像であるところのアイドルを追いかけて疑似恋愛をして楽しんでるんだろうなって。なんか深いですよね。なんかこう、よく考えた。そうすごいいろんなね、こう思惑とか伏線が張ってあってね、素敵な作品ですけれども、さあ3日目、斉藤さんがようやく現れました。いろんな能力と策を使い、優が乗り移って落ちる時にスピード緩めたりとかして、ちょっと調整ができないのがどうやら不完全な能力たるゆえんだと思うんですけど、斉藤さんはスカイハイ斉藤というクソダサい名前でハリウッドスターを目指していたそうです。スカイハイ斉藤さんについてどう思いますか？いやそうですね、クソダサいいやあれはね、ユウも言ってたけどクソダサいよね。本気でなんかやっぱり言ってるところがさらにね痛々しいよね。いいですね。いいですね。確かに。でもラストはね、いつも通り音坂家の日常シーンで終わりましたが、ピザソースの味じゃない料理にようやくユウがたどり着き感動していました。そうなんですよ、初ピザソース使わず、ちゃんぽん。そうなんですよ。あゆみは料理上手なんですね。そうなんですよ。私はずっと始まる前のニコ生で VTR コメントでもちゃんと言ってたんですけど、料理は下手じゃないんですよ。そうなんですよね。ピザソースの入れちゃうだけでね。入れちゃうだけで、でもあれちょっと食べてみたいですよね。なんか出してもらえたりしないんですかね。だって甘いピザソースってどういう気になりますよね。ねえ、まあでもあれにもねきちんといろんな思惑があったりとかするみたいなので、そのあたりお楽しみにということで、ラストはあゆみがちょっと風邪気味に。そうですね、ちょっと心配な感じに。大丈夫かな。大丈夫ですかね。おでこコツンする。そう、私もそれ思いました。やっぱ思った。あれさ、兄としてはちょっとおかしいよね。やっぱそうなんですかね。あれそっちじゃなくて。でもなんかなんか大好きなんだなっていうのは思ったんですけど。大好きなんだな、かっこちょっとドン引きみたいなことではなくて、違います。好きなんだもんね、お兄ちゃんね。そうです、大好きです。今時あれやる。そうですよ。もちょさんは兄弟はいらっしゃいますか？お兄ちゃんと弟がいるんです。来た、リアル妹だ。そうなんです。お兄ちゃんにおでこコツンされます？いや、されたことない。されたらどう思いますか？いやちょっとびっくりですよね。その反応またいいな。なんか別に普通に仲はいいんですけど、そういうことはしないですよね、多分。なんかね、私はずっと内山さんにね、ユウの歩みに対しての距離感ちょっとおかしいよっていう話をねずっとねまあシナリオ考えたの内山さんじゃないんだけどでもずっと言ってたんです。実の妹に対してあんなちょっとニヒルな笑み浮かべたりするみたいな。
なんあかあゆみみたいな。でも私うん5話今5話うんうんの時点では何も思ってなかったんですけど、うんその先アフレコしてった時に、あれこれってうんなんかおかしいかなってちょっと思い始めてきてたんですよ。妹に対してなのかなって、そうなんだよね。うんいやどうなんだろうね。なんか正直すごいんだよね。さあ予告。ちょっと意気消沈しないで。大丈夫だから。いやもう、はい。もううんゆうお兄ちゃんのあゆみって、そうあれもう涙出そうでね、あゆみが走っていってる方向は一体どっちなのかとかね、その崩壊っていうね文字が出てきましたけど、一体何なのかとかね。もうこれ1週間待たされるんですよね。そういうことだよ。まあでもね、そもそもサブタイトルがね、そうなんですよね。第6話気づかなかった幸せ。やれあいっぺんに、うん公開になってたじゃないですか、サブタイトル、あれ見た時に、おおって6話の時にそうだから私も散々ね第6話以降から急展開しますよっていうようなことは言ってきましたけれども、まさかここに来てちょっとねあゆみの回が来ることになろうとは。さっき予告見ながらちょっと泣きそうだったもんね。もうなんか早く来てほしいようで、いや来ないでくれって来週わかりますその感じ。ほんと流さないでほしい。でも早く見たい。はいそれということで、じゃあ番組に届いたメッセージもご紹介していきますよ。はい、シダツーさんありがとうございます。ありがとうございます。あやねるさんゲストのもちょさんこんにちはでござる。こんにちはでござる。本物だ。いやーいいわ、今日楽しいな。朝倉桃さんシャーロットラジオゲスト出演おめでとうございます。ありがとうございます。もちょさん演じるあゆみちゃんは第1話から天使のような可愛さで毎週胸を打ち抜かれまくってます。最近だと興奮して鼻血を噴出してしまうのが恒例になりつつありますが、鼻血を出すのもあゆみちゃんがやってると可愛くて和んでしまいますね。あゆみちゃんはオープニングでメインキャラが並ぶところに一人だけいなかったり、家以外でのシーンがあまりなかったりと、これからの展開で重要な役割を果たしそうな予感もしているので、その可愛さに癒されつつ今後のあゆみちゃんの活躍に期待しています。ありがとうございます。来るよ第6話来るよ泣いちゃったそう、なんかね鼻血出すシーンとかね結構多くて、そうですね、あんなに大量にそうすごいですよね。一瞬にしてゆさりを見ただけで、あんな、なんか結構分かりやすい前田純ギャグみたいなところがありますけどね、結構あのシーンとかこだわってて、こうスタッフさんが、この辺りで鼻に詰まってたティッシュ抜けますみたいな。そうですね、頑張ってましたよね。そうですね、ちょっとそこはちょっとだけ声色変えてみたりとか、ちょっとだけして試行錯誤しながら素敵に演じていますけれども、というところで本日は以上です。ありがとうございました。ではここで1曲、テレビアニメシャーロット挿入歌ハウローハローで走れ。お聴きいただいたのはハウローハローで走れでした。シャーロットラジオ小森直の生徒会活動日誌。生徒会からのお知らせ。星の海学園生徒会からのお知らせです。まずは放送情報。テレビアニメシャーロットは東京 MX、栃木テレビ、群馬テレビ、BS11 では毎週土曜24時から、千葉テレ、TBK テレタマでは毎週土曜24時30分から、 MBS では毎週土曜25時58分から、チューリップテレビでは毎週土曜25時53分から、 CBC テレビでは水曜、27時1分から好評放送中です。またニコニコ生放送などで配信もしておりますので、詳しくは公式ホームページをご確認ください。続いて CD 販売情報です。テレビアニメシャーロットオープニング曲ブレイブリーユーとエンディング曲焼け落ちない翼が両方収録された CD が8月26日に発売。劇中バンドのハウローハロー、通称ハロハロと同じく劇中バンドのジエンドのシングル CD も続々販売いたします。さらにアルバム情報も解禁されました。発売日や収録楽曲など詳しくはアニメ公式サイトの CD 特設ページをご覧ください。毎週火曜日に視聴 PV も公開されておりますので、そちらもぜひチェックしてくださいね。続いて電撃ジーズマガジンと電撃ジーズコミックからのお知らせです。7
月30日に発売となったばかりの電撃ジーズマガジン9月号電撃ジーズコミックボリューム17はどちらもシャーロットの書き下ろし表紙となっております。電撃ジーズマガジンではさくらあやねさんのインタビューを掲載。そして電撃ジーズコミックにはスマホなどの画面を拭いてきれいにできるシャーロットプニプニクリーナーが付録についてきます。こちらは小綿遥さんが描くともりとゆさのイラスト入りです。電撃ジーズマガジンと電撃ジーズコミックどちらも手に入れてみてくださいね。はい、さらに電撃屋にてシャーロットのラバーストラップの予約が受付開始となりました。やったー。こちらは全8種類のラバストがコンプリートできるボックスとなっています。詳しくは電撃屋のサイトをご確認くださいということで、ここに現物があるんですよ。かわいいですよ。あゆみがちゃんと秘伝のそうなんです。ピザソースを持っています。はい。そしてともりはちゃんとねビデオカメラ持っていて、かわいい、うん、すごいのです。続いてテレビアニメシャーロット特集、心折れない、どうした？シャーロット特集がされているキャラビーフロムゲーマーズ特別増刊号が発刊決定です。表紙はなんと初公開の書き下ろしイラスト、さらにキャラクター原案長さんのインタビュー記事やファンアンケートの結果発表など内容も盛りだくさんです。8月14日金曜日より全国のアニメイトゲーマーズのほかコミックマーケット88の会場でも配布いたします。なくなり次第終了ですので、ぜひお早めにご来店ご来場ください。続いてビジュアルアーツ購買部出張所2015サマーのお知らせです。出張所が秋葉原ゲーマーズ本店7階にて期間限定開催。ビジュアルアーツ作品のグッズを多数取り揃えていますよ。シャーロットからはユサのマイクロファイバータオルが発売されます。開催期間は8月1日土曜日から8月31日月曜日までです。ぜひこの機会に秋葉原ゲーマーズ本店にお越しください。続いてカードゲーム情報です。シャーロットがバイス・シュバルツでカードゲームになります。バイス・シュバルツとはいろんなアニメやゲームに登場する魅力的なキャラクターたちがカードになったトレーディングカードゲームです。私たち星の海学園生徒会のメンバーが収録されているバイス・シュバルツトライアルデッキシャーロットが9月18日に発売となります。ぜひこのトライアルデッキでカードゲームを楽しんでくださいね。最後にシャーロットのブルーレイ&DVD のお知らせです。第1巻が9月23日に発売決定。イエイイエイ。前田純さんの書き下ろしのドラマ CD やキャラクターコメンタリー、前田純さん執筆の脚本集、そして長さん書き下ろしイラストによる三方性ボックスなど豪華特典盛りだくさん。そして2巻から4巻も発売が決定しております。商品の詳しい情報は公式サイトをチェックしてください。以上、生徒会からのお知らせでした。シャーロットラジオ小森直の生徒会活動日誌。あなたの能力は使えるので協力してください。私桜井音が演じるともりなおは1話でユウに対して、あなたの能力は使えるので協力してくださいと言っていたように、使える能力者を生徒会に協力させています。そこでこのコーナーはリスナーの皆さんから、こんな能力どうですかとか、僕はこんな能力を持っていますといった提案を送ってもらい、生徒会に必要かどうか生徒会長である私が判断していきますよ。ということで今日も急いで早速紹介だー。おー、ミネさん、おー今の可愛かった落としたものが家にワープする能力なんてどうでしょうか。街でうっかり財布を落としてもこの能力があれば安心、勝手に家に届くのです。ただし地面についた瞬間にワープするので、授業中に落とした消しゴムが目の前で消えるなんてことも。あー、なるほど。ゴミを捨てる時もゴミ箱に入れないと家にワープするので、ポイ捨て防止になります。ところでお二人は落とし物で困った経験はありますか？あー、よくありますんですよ。ありまするんですよ。いや本当に、どうしましょう。だって何を落とす？でも結構、なんでもないものから本当に携帯とか、大事だね。なんかこの間もちょっと外国に行く機会があったんですけど、外国に行く1時間に2時間前ぐらいに携帯をなくしたことに気づいて、もう必死にマネージャーさんが探してくださって、本当に結局そうなんで見つかったんですよ。どこにあったの？モノレールに乗ってきたんですけど、モノレールの椅子と壁の間に挟まってて、それを見つけたんですよ。 GPS で。うわー、すごい見つけて、よかったですね。線とかを特定してもらって、もうコナン君みたいでした。大捜索、いいよ言って大捜索ですね。いや、あゆみちゃんこの能力者ちなみにちょっとどうかな？すごいのです。かわいいですね。終わり？本当に？いつだけ？これで終わり？いやー、これ落としたら大変だね。ということでこんな感じで能力者の皆さんからのメールをお待ちしております。以上、あなたの能力は使えるので協力してくださいのコーナーでした。
お送りしてきましたシャーロットラジオともりなおの生徒会活動日誌。今夜の活動もおしまいの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でシャーロットアットマーク響きラジオ .jp シャーロットアットマーク響きラジオ .jp 投稿フォームもありますのでそちらも使ってください。またこの番組は毎週月曜の夜22時半からニコニコ生放送で配信していますが、翌日火曜日には響きラジオステーションと温泉でもアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください。配信限定のおまけコーナーもありますよ。そして今回そのおまけコーナーには特別コメントも流れるそうなのでぜひチェックお願いします。ということで今日が第5回目の放送だったんですけど、もんじょさんありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。本当ですか？はい、ちょっと緊張してたんですけど、いや本当アヤネルさんでよかったねなんて私生まれてきてよかったってことかなはあ、すごい後ろ向かれた今嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。また来てくれますか？来たいです。あ、本当に？はい。今録音した？現地撮った？今日録音だもんねまたね、ぜひ放送、ゲストいらしてください。ぜひぜひ超絶お待ちしてます。いつ来てもいいです。本当ですか？お願いします。じゃあ私も聞きますね。これからいや超恥ずかしいですけどやだ、なんかとてもありがとうございますまあね、これからもねよろしくお願いします。お願いします。ということで、ここでもう一つ実はお知らせがあるんです。アニメシャーロット公式ツイッターのフォロワーさん6万人突破記念として私さくらやねが描いたイラストをプレゼント中です。ぜひそちらもダウンロードしてみてください。ということでシャーロットの登場人物を描いたんですけれども、いやすごかったです。私最初プロの方かと思いましたこれ誰が描いたんですかって聞かれたこれ何ですかって言われた。本当すごいですね。ありがとうございます。あゆみもちゃんとねそう書いたんでなんですす。そう最初ねラフ画の段階ではそうあゆみ実は書いてなかったんですけど、やっぱ入れようと思ってそうちょっとね入れて目がキュッてなってる。もう本当に可愛くて本当に上手ですね。ありがとうございます。本当プロみたいでしたクソ恥ずかしいですけれどもはいまあでもこれね実はフォロワーさん6万人突破記念と言いつつ私が書き終えた頃にはもう7万人を突破しておりまして、そんな勢いでシャーロットを応援してくださっている皆さんが増えております。これからもねぜひよろしくお願いします。お願いします。そして番組のラジオ CD ボリューム0が8月14日から開催されるコミックマーケット88の温泉&オトマートブースにて販売されます。また温泉の通販サイトオトマートでも8月16日から販売開始ですよ。ゲストは高城ジョージ亮役の水島大中さんです。どちらでお買い求めいただいても温泉夏のコミケ&通販キャンペーン特典として浦西の模様を収録した CD がもらえます。詳しくは温泉のコミックマーケット88特設サイトをチェックしてください。ということでお知らせいっぱいでお送りしてまいりましたが、絶対にまた来てくださいね。それでは今夜はこの辺でカエのはい一つとってもねこう心が浄化されるようじゃおじいちゃんおじいちゃんと呼ばれた幸せだな。ここまでのお相手はテレビアニメシャーロットともりなお役のさくらやねとそしてゲストの琴坂あゆみ役の朝倉桃でした。おやすみなさい。